不動産屋さんの怪談語り手ゆりです。このお話は以前にもたびたび登場した平田さんからいただいたお話です。平田さんの親友にカズさんという人がいたのですが、高校受験に失敗し、中学卒業後は地元の茨城でスーパーや工場の仕事を転々としていました。その後、カズさんは知り合いのつてで東京の蒲田の町工場に住み込みで働き始めたそうです。平田さんは元は東京の出身で、カズさんが東京に上京したことが羨ましくてなりませんでした。そこで土日にかけて平田さんは時折カズさんの住み込みの寮に遊びに行ったそうです。カズさんの寮の部屋は狭い4畳半一間で、簡易コンロとシンクはついていますが、トイレは共同で木造2階建ての古いアパートでした。商店街の通りから間口が1メーターくらいしかない通路を15メーターくらい入ったところにある違法建築のアパートでした。さて、平田さんが遊びに行ったといっても2人ともまだ若いですから、昼間はパチンコ、夜は居酒屋で飲むくらいしかやることはありませんでした。毎週末同じパチンコ店と居酒屋に行っていましたが、他の常連客は平田さんたちを避けていたそうです。というのも2人とも話すことはバイク、暴走族、喧嘩のことばかりだったからでした。ただ平田さんもカズさんも霊感があったので、たまに怪奇現象や心霊系の話をしていたそうです。さて、それからしばらくした頃でした。カズさんの寮の部屋で怪奇現象が起きるようになりました。と言っても最初は金縛り程度でした。確かに古いアパートですから、過去にどんな人が住んでいたかもわからず、事故物件だったとしても不思議ではありません。そしていつものように週末、行きつけの居酒屋でカズさんは平田さんにその金縛りに頻繁に会っている話をとくとくとしていました。その居酒屋なのですが、カウンターがこの字の形をしていて、平田さんたちはちょうど角に並んで座っていました。するとその垂直の隣に一人のスキンヘッドの初老の男性が静かに飲んでいたそうです。スキンヘッドといっても怖い人という感じには見えない静かな坊主頭の人でした。そして平田さんたちの金縛りや心霊現象の会話が聞こえたようで、その初老の男性は「金縛りの良い解き方を知ってるかい?」と突然話しかけてきたそうです。そんなのあるんですかとカズさんは金縛りには困っていたので、藁をもつかむ気持ちで聞きました。するとその男性はこんなことを教えてくれました。金縛りにあっても足と手の指は動くそうなので、意識して手足の指を動かし、手を合わせて合唱するイメージを頭で描きながら、守護霊様、守護霊様、この邪悪な霊を連れ去ってくださいと唱えなさいということでした。2人は真剣にその方法を聞いていました。するとその初老の男性は2人が心霊系の話をずっとしていたので、この周辺で起きたこんな話も聞かせてくれました。この京浜蒲田駅からカズさんのアパートに向かう途中に、大きな木岳が見える高い塀に囲まれた広大な敷地の家があるのですが、そこのお屋敷のご主人には一人娘がいたそうです。その娘さんがある男性と婚約し、ピンクのウェディングドレスをあつらえたということでした。お色直しのドレスだったのかはよくわかりませんが、珍しいピンク色のウェディングドレスだったそうです。ところがそのお屋敷は実はお寺で、宗教上ドレスではなく和服での式でないとダメだと父親が頑固に反対しました。ところがその婿になる人の家はお寺と対立する関係の宗教支持者だったので、父親の要求するお寺での和服の式は当然飲めず、結局婚約解消になってしまいました。
そして娘さんと男性は駆け落ちをする約束をしていたのですが、迎えに来るはずだった夜中に恋人の男性は結局現れなかったそうです。その娘さんにとって一番つらかったことは、その恋人だった男性はすぐに別の女性と結婚してしまったことでした。そして娘さんはその後命を絶ってしまったそうです。さて、それからでした。この界隈では夜中にピンクのドレスを着た女性の霊がたびたび目撃されているということでした。こんな話をし終わると、初老の男性はそれじゃあそろそろと言って帰っていったそうです。平田さんたちはその後居酒屋の人に聞いたのですが、この話をしてくれた坊主頭の初老の男性はその亡くなった屋敷の娘さんのお父さんだったそうで、屋敷というのはお寺ですが、彼はそこの住職さんだったのでした。ピンクのドレスを着た女性の霊は非業の死を遂げたご自分の娘さんのことでした。さて、その後もたびたびカズさんは金縛りに遭いました。ある日の深夜、また金縛りに遭ったのですが、その時はいつもと違ったそうです。明らかにカズさんの寝ている体の上に人が乗っている感触がありました。カズさんは恐怖で凍りつき、何とか金縛りを解かなくてはと思いました。そこで住職が教えてくれた通りに、守護霊様、守護霊様、この邪悪な霊を連れ去ってくださいと心の中で唱えたそうです。するとカズさんの上に乗っていた霊が突然スーッと天井の隅に引き込まれていったのですが、カズさんはハッとしました。その霊はピンクのドレスを着ていたそうです。その後平田さんはお寺の住職さんが亡くなったと聞いています。住職がなぜ幽霊の娘さんの悲しい物語を自分たちにしたのか、どういう気持ちで話したのかまでは今も謎のままだということです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。